皆さんお疲れ様です。株分析作業員ののんびりです。本日の点検銘柄は日本が世界に誇るエンタメ企業任天堂です。今この銘柄は新しいゲーム機任天堂スイッチ2が大ヒットして業績が大きく伸びている一方で、大株主による大規模な株式の売り出しが発表されたり、信用概算が少し溜まっていたりと、期待と不安が入り混じった展開になっています。結局今の株価からどうなるの？専門用語が多くてよくわからないという現場の声にお答えして、今回はこれまでの点検結果と用語の解説、そして今後の株価見通しまで現場の目線でしっかり点検していきます。本日も最後までご安全に。まずはのんびり点検シートです。会社の基本スペックをチェックしていきます。項目、数値、判定の順番に読み上げます。1、配当利回り3.0% 以上という基準に対して 2.07% で不合格。 2、ROE10.0% 以上という基準に対して 10.47% で合格。3、自己資本比率 50.0% 以上という基準に対して 80.2% で合格。4、配当成功 50.1% 以下という基準に対して 50.1%。今後は 60% 基準へ変更されるため不合格。5、補足として利益連動配当成功の引き上げを発表しています。のんびりの判定は財務は鉄壁で超合格ですが、配当はルール変更で手厚くなっている途中です。利回り自体は基準に届いていませんが、利益が出た分しっかり株主に還元する姿勢が強まっていますね。次は事業内容の点検、稼ぎの柱です。任天堂の第3四半期までの売上高1兆9058億円の内訳を見てみると、ゲーム専用機ビジネスが約 97.1% で1兆8513億円、 IP 関連収入等映画やグッズなどが約 2.9% で545億円となっています。なぜこんなに稼げるのか。それは任天堂独自のユニークな娯楽という強力な武器があるからです。ハードウェアとソフトウェアという2つの歯車を自社でがっちり噛み合わせて作っているため、他社には真似できない遊びを提供できます。直近でも任天堂スイッチ2が大ヒットしており、関連ソフトも飛ぶように売れています。ゲーム専用機で稼ぎつつ、最近は映画などの IP 展開で任天堂のファンを増やし、それがまたゲームの売り上げにつながるという綺麗な循環ができているのが最大の強みですね。次は業績の軌跡点検、過去5年の推移です。過去5年間を振り返ると、まさに大波を乗りこなす航海といった印象です。エンタメ業界はヒット作が出るかどうかで業績が大きくぶれやすい、先が読みづらいビジネスです。全世代の任天堂スイッチが発売から年数を経て、売上と利益が少しずつ落ち着いてきていた波の谷間のような時期もありました。しかし今期ついに次世代機の任天堂スイッチ2を投入しました。その結果、再び売上高2兆円超えという大きな利益の大波を作り出し、今期は売上高2兆2500億円、営業利益3700億円という強気な予想を立てています。波があるのはエンタメ企業の宿命ですが、新しい遊びを作り出して何度も業績を盛り返してくる底力はさすがの一言です。続いて財務の深掘り点検、財務の健康状態を見る貸借対照表 BS の深掘りです。結論から言うと、任天堂の財務はチタン合金でできた最強の貯金箱です。現在の現金の多さですが、会社の体力である現金および預金だけでなんと1兆8740億円も持っています。借金の状況はこれだけ潤沢な手元資金があるため、借金つまり有利子負債に頼る必要がありません。倒産のしにくさを示す自己資本比率は Yahoo ファイナンスの実績ベータで 80.2% と非常に高い水準を維持しています。なぜこれほどまでに現金を溜め込んでいるのか。それはゲーム事業が水物で不確実性が高いからです。もし次のゲーム機が売れなかったらという万が一の事態に備え、開発者が安心して面白いものづくりに挑戦できるよう土台をがっちり守るための資金なんですね。次は還元姿勢の点検、配当と配当成功です。任天堂は利益連動配当というルールを採用しています。つまり業績が良ければ配当も増え、悪ければ減るという仕組みです。過去の配当金は2024年3月期が211円、2025年3月期が120円と波がありました。しかしここに来て嬉しい方針変更がありました。
2026年3月期の期末配当から会社が利益のうちどれくらいを配当に回すかを示す配当成功の基準をこれまでの 50% から 60% へと引き上げることを発表しました。これに伴い今期の年間配当予想は181円へと大きくアップしています。新しいステージに入ったことでこれまで以上に株主に利益を還元していこうという会社の前向きな姿勢が見て取れますね。それでは直近決算と将来目標の点検です。直近の決算短信の裏読みをしてみましょう。2026年3月期の第3四半期決算は売上高が1兆9058億円、前年同期比 99.3% 増、営業利益が3003億円、前年同期比 21.3% 増とまさに大爆発しています。新しい任天堂スイッチ2のハードとソフトが飛ぶように売れたことが大きな要因です。気になる点として工場の材料や商品の在庫を示す棚卸資産が4101億円となっています。しかしこれはスイッチ2の初めての年末商戦を迎えるにあたり販売が想定を上回った場合の在庫切れを可能な限り防ぐため意図的に生産体制を強化して多めに出荷確保した結果だと説明されています。しっかりと現場のリスク管理を行いながら今後の普及拡大に向けた準備を進めているのが分かります。最後にチャート需給の点検です。直近の株価は8736円付近、過去1年で見ると年初来高値の10890円から少し調整している局面です。そして現在信用概算、つまり借金をして株を買っている人たちの行列が約804万株あり、信用倍率は 13.87 倍と少し高めになっています。これは将来株を売って借金を返さなければならない人たちが一定数溜まっている状態なので、株価が上がろうとした時にやれやれ売りが出やすく上値が少し重くなる要因になります。ここで現場の皆さんが気になっている今回の大株主による大規模な株式売り出しについて専門用語をすっきり解説します。売出価格8347円とは、これは私たち一般の投資家がこの株を買う時の販売価格です。基準日の株価から少し割引されたお得な価格に決まりました。引き渡し価格、引き受け価格である 8002.76 円とは、証券会社が大株主から株を買い取る時の仕入れ価格です。証券会社はこの価格で仕入れ8347円で販売するため、その差額が彼らの手数料儲けになります。オーバーアロットメント、上限約354万株とは予想以上に大人気だった時のための追加販売と株価クッションの仕組みです。もし売り出し後に株価が8347円を下回ったら証券会社が市場から株を買い集めてくれるため、株価がそれ以上下がりにくくなる安全装置の役割を果たします。じゃあ今の株価8736円から安くなるのという疑問へのズバリ回答ですが、短期的には8347円付近に引っ張られて少し値下がりする圧力がかかりやすいが、大きく崩れる可能性は低い。むしろ安くなったらチャンスと見ています。大量の株が売られると普通は株価が急落しますが、任天堂はそれを防ぐ強力な防波堤を用意しました。上限1000億円の自社株買いを発表し、すでに約999億円分を買い取って消し去ることを完了させています。市場に出回るはずだった株のダブつきを会社自らが大きく吸収してくれているため、信用概算の重さや売り出しの引力はあっても需給の悪化はかなり和らいでいます。それではのんびりの判定です。任天堂はスイッチ2の成功で業績絶好調、鉄壁の財務と配当強化、需給のケアの万全な超優良企業です。ただし現場目線で見ると信用倍率 13.87 倍の重さと売出価格8347円の引力があるため、短期的には株価が急上昇しにくい局面かもしれません。投資戦略としては焦って高値で飛びつくのではなく、売り出しや需給の影響で株価が一時的に下がったところ、例えば8347円付近から8000円台前半に落ちてくるような局面をじっくり待って拾っていくのが手堅いおしめ買いのチャンスと捉えるのが戦略になりそうです。相場の波に揺さぶられすぎず、しっかり会社の土台を見ていきましょう。皆さんはこの銘柄どう思われましたか？
ぜひコメント欄で皆さんのご意見お聞かせください。今回の点検が少しでも参考になったという方は、ぜひいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの応援が私の日々の点検作業の励みになります。それでは皆様、本日もご安全に。